鉄鎮工房へようこそおいでくださいました。今回は、ご覧のような、おでこにスマホを取り付けられる、カメラホルダーを自作してみたいと思います。これは、ちょっと重たい、ダイナモヘッドライトですが、このホルダーにアタッチメントみたいなものを取り付けて、スマホを固定できないか考えてみました。まず、スチレンボードを使って、簡易的に自作。この出っ張りに合わせて、スチレンボードをへこませ、ずれないようにセットしてみます。なんとかホールドできるみたいなので、頭に見立てたゴミ箱にセットして、いろいろ確認します。後ろから、ゴムバンドを結構引っ張っているのですが、なんとなくブランブランします。ホルダー自体は、しっかりとスマホを保持できているようなので、この形を採用するとして、問題は、この、ゴムバンド。代わりになるものとして、これらの、ショルダーストラップを、検討します。これは、薄くて幅もちょうど良さそうです。思いっきり引っ張っても、ほとんど伸びません。長さ調節用の留め具もついているので、これを採用したいと思います。これ、何かに付属していたものだと思いますが、全く思い出せません。まあ、切り張りはせず、原型をとどめるつもりなので、迷わず使っちゃいます。なんか、ヘッドライトホルダーの改造は難しそうなので、この際、この厚さ2ミリのアクリル板を使って、一から製作したいと思います。まずは設計図。左ページの外観図は、以前の動画制作に使ったものなので、無視してください。設計図といっても、現物合わせの単純なものですけどね。縦長動画も撮影できるように、ストッパーを稼働できるようにします。ストラップの挿入位置、全くの適当です。はい、できました。現物と、全く同じサイズです。さあ、アクリル板を切り出していきます。使うのは、アクリルカッター。卓上テーブルソーとかを使うと、切断面が直角になって綺麗ですが、このカッターを使う方がむちゃくちゃ早いので、これを使ってちゃちゃっと切り出します。設計図が原寸大だと、そのままの寸法を現物に移すだけなので、とても楽ちんです。しかも透明なので、こんな風に印もつけられます。スマホを固定するガイド、スマホの側面に R がついているので、この R に合わせたガイドを作ります。スマホの R に見立てた円を描き、アクリル板の寸法を割り出します。描くだけでも止められる、この方法が楽ちんです。測定したサイズの短冊を切り出します。切り出し完了。アクリル専用接着剤を使って、4枚まとめて1ブロックにします。削りやすいように、内側2枚は幅が狭い短冊にしています。これを、綺麗な R に削りますが、ヤスリでは大変なので、リューターを使います。これ、自作の囚人ボックス。概要欄に、動画リンクを貼り付けたので、ご興味があればご覧くださいね。細かい粉塵は、少ないですね。摩擦で溶けて、削ぎ取る感じです。でも、結構飛び散っているので、ボックスが役に立ちました。削り終わった、アクリルパーツ。スマホ側面に合わせてみると、まあまあぴったりです。さて、このアクリル土台、さっき印をつけておいた、ストラップの幅。ここにストラップを通せるように、スリットを開けます。幅は、1.5 ミリくらい。綺麗なスリットを作るのって、意外と難しい。電動トリマーは持っているんですが、専用ビットがなく、あったとしても音が半端なくうるさいので、使うのを躊躇してしまうんですよね。こうやって、静かにちまちま作るのが、性に合っているような気がします。準備やら後始末やら考えると、こうやってちまちま加工する方が早い場合もあるしね。なんだかんだ言っているうちに、できました。各パーツを配置してみます。これ、横バージョン。
次、縦バージョン。こんな感じで、縦横、各バージョンを切り替えられるようにします。支点となる場所に穴を開けて、ネジ山を作ります。M3 のネジを開けたいので、2.7mm の下穴を開けます。これ、自作オートポンチ。制作動画のリンクを概要欄に貼り付けたので、ご興味があればご覧ください。これで、ネジ溝を作ります。このように、ネジ溝ができました。もう片方も、同じ処理。ネジ溝完成。おっと、ピンボケ、ごめんなさいね。ガイドにも穴を開けますが、透明だから位置合わせが楽です。計算して寸法を測る必要がありません。こっち側の穴は、ネジにする必要がないので、そのまま 3mm の穴を開けます。もう一個も同じ処理。さあ、組み立ててみます。あんまり力入れると割れるかな？ちょっと、おっかなびっくりやってます。まあまあかな？スマホを入れてみましょう。お、ぴったり。揺らしても外れません。下側のサポートは、この位置。大丈夫みたいです。縦型バージョンにしてみます。ちょっと不安定な感じがしますが、揺らしても外れる様子はありません。大丈夫そうなので、下側のガイド、接着剤で固定しちゃいます。ちょっと話はそれますが、今使っているアクリル接着剤、ほぼほぼ新品だったのに、1年ほど使わなかったら、中身が5分の1くらいに減ってました。すんごい損した気分。はい、くっつきました。この出っ張り、長めにしておいたので、不要部分を切り取ります。ここは、ノコギリを使って、ちゃちゃっと切断。最後、鋭利な部分を、ヤスリを使って滑らかに仕上げます。研磨終了。ちょっと水洗いして汚れを取ってきます。はい、綺麗。ストラップを通します。緑の頭にセット。鼻の位置がここ。目ん玉はここ。まっすぐ向くと、ここら辺にカメラが向いてほしいけど、あっち見てますね。こんくらい角度をつければいいかな？これ、バスマットの切れ端。これを使って、角度調節してみます。土台の幅に合わせて切断。角度をつけるため、魚をさばくがごとく、斜め切り。広げながらカットしていくと、スムーズに刃が入ります。余分なところをカット。このイボイボも、邪魔なのでカットします。取り付けは、両面テープ。100均の両面テープは、あまりおすすめできません。時間が経つと、ひどい目に遭います。これでいいかな？この角度、どうですかね？一度、本物の頭に取り付けて撮影してみます。これ、スマホ撮影中。もうちょっと、スマホが下向きの方がいいかな？バスマットで、もう少しかさ増しして角度をつけます。あと、5、6ミリ、かさ増しが必要かな？こんなもんか？再度両面テープを使って固定します。かさ増し終了。今、頭につけたスマホで、同時撮影しています。
人差し指の先端に目を向けていますが、ほぼ画面の中央なので、良い角度だと思います。横揺らし、縦揺らし。揺らされている状況が見えないので、緑頭につけて揺らしてみます。ゴムバンドと違って、ブヨンブヨンしません。縦型にセットしてみます。多少の揺れは、問題ないようです。首を傾けたくらいでは、落ちません。思いっきりジャンプしたり、逆立ちとかすると落ちると思いますが、まあ、そんな体力はありませんけどね。こうすると、スマホスタンドにもなるみたいです。最後までご視聴ありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。